今回ちょっとついにですね、スパーリングをちょっとお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。よしよしよし。お疲れ様です。こんにちは、空手家小です。今回も名古屋市瑞穂区にある JKF 新田浜市より、元キックボクシング4階級世界王者の、佐藤義郎さんとお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回まで基本的な、技術とかディフェンスだったりとか、蹴り技とかをちょっと教えていただいたんですが、今回ちょっとついにですね、スパーリングをちょっとお願いしたいなと思っております。よろしくお願いします。K1 ルールで K1 ルールで、そうですね。ちょっといろいろ事情があって、今日は首相撲されると僕はちょっときついのでただあれはそれ本当もう K1MAX が全盛時代にテレビの前でかじりついてた、おわってなって、もうビデオも撮ってもう全部残してやった僕ら世代とかの方は共感してもらえると思うんですけど、佐藤さんの前にグローブをつけて、立つっていうこの緊張感というかドキドキ感って半端ないんですよ。もうなんかすでに、4本目はスーパーって初めから決めてたのに、もう結構すごいドモルぐらいドキドキしてるんですよちょっとすごい、あれなんですけど、多分なんかうまく文章は言えない気がするんですけどせっかくの機会なのでお手合わせよろしくお願いします。もちろんでしたね。はい。胸に作動される方が怖さが上がってくる心拍数結構測ってて、アップの時も、大体僕は10秒、もう手で測ってるんですけど、10秒測ってかける6で、それでどのぐらいアップの時に上げるかみたいな、いろいろ試してたんです。140ぐらいまでシャドウで上げていくと結構息上げダクっていう結構息上げしますよね。ぼちしますね。余計疲れちゃいますね。やりすぎるとそうですね、疲れちゃいます。上げなさすぎてもそうしんどいです。そうこれそれは何メートル？ 4.5 これは結構狭いです。狭いですよね、めちゃくちゃ。前来ていただいた下の方が正規に近いです。これって今幅ってこれはここが、多分4メーター4メーターなんですよ。でさらにロープがあるから、もっと 3.5 ぐらい。そうですね。もうあれですもんね、初めて行った瞬間もうあれですもんね。そう怖っK1MAX ってあれ EC 館長が意図的に作って狭いですよね。ヘビーより狭いですよ。怖かったね、本当なんかもうマジで金網に入れられてるから。それだけ聞いたもんないな。じゃあ改めてよろしくお願いします。いやもうなんかすごい緊張するんですけどこのリングが狭いですよね。ちょっとさっきも話したのが、僕ら空手って9メーター9メーターでやってるんで、もうなんかびっくりするぐらい狭く感じる。3分の1ぐらいしかないもうなんか目の前に常に相手がいるような世界なんで、ちょっとドキドキ感がさらに上がってる。だからこのぐらい狭いとずっとコンタクトするから、技術の練習にはなるんですよ。なるほど。ずっとその戦いの距離にいざるを得ない。
もうなんか僕的には多分途中で距離取ってこう休憩したいなと思うのに休憩する距離がないなってやばい、ちょっとただでさえドキドキしてるのに無駄にドキドキで緊張で息が切りそうな気がします。改めてよろしくお願いします。いや、加工がつく。使っていただきます。お互い来てください。今回もスパを解説しながら皆さんにご覧いただこうと思いますが、1ラウンド目はまず愚直に習った技を使ってみることから入っています。はじめの挨拶代わりのローキックには前足を引きながらの流しで対応しています。そしてすぐに習ったばかりのキック流のミドルを蹴りに行ったらローを合わされちゃいました。ここからは僕が苦手としている牽制のために相手のガードに触れる間合いのジャブに挑戦しています。この辺りで自分の技も少し混ぜようと前回話題になった前傾骨筋狙いのカーフを蹴りに行っています。この辺りで完全ににわかジャブは読まれて連続でローを合わされちゃってます。ここ復習ポイントです。ここ完全に習った通りの形です。ジャブ2回で回って僕がそれに合わせて回ろうとしたところに避けられないローキックが待ってました。少し流しで対応しています。そしてここで習ったばかりのキック流の前蹴りを使おうとしましたが、慣れない動作で思いっきり佐藤さんの肘を踏んじゃいました。ここやっぱりさすがっすね。そしてここもうまい。前回一度合わせただけなのに、ここで前傾骨筋狙いのカーフ用にすね受けの角度を変えてこられて思わず蹴りをやめてしまいました。そして僕がコーナーを嫌って動いたことで足に重心が乗って上がらないタイミングを狙ってロー、これも教わった通りですね。ここは佐藤さんに教わっていたジャブに合わせるローをカーフにして合わせましたが、ここでジャブで後ろ足に重心を誘導しての奥足ローを思いっきりミートされてしまいました。全く流せないタイミングでもらうローキックは本当久しぶりでした。この辺りで亀ガードで前に出るを試そうとしたんですが、いざやってみた時にそういえば前に出る方法と出た後にどうするかを聞いてなかったってなりながらちょっとこの辺こんがらがってやってます。毎度ですが解説しすぎてしまうので少しペースを上げます。ここは少し空手の技を使ってます。前手を出す瞬間に後ろ足で真上を詰めながら右肩を引いておき、思いっきり膝を畳むことで背筋で直線的に蹴るハイキックです。ここ佐藤さんのダブルを見てはっと思い出してここで使ってます。ここ佐藤さんがガオラン戦で使ったと言っていたローをカットさせてからのローの蹴り上げ芸です。ここ思わずにやけちゃうやり取りがありました。ここ佐藤さんのカーフを膝を向けて曲げる基本のカットで受けたと思ったら、前回ガオラン戦でやったらどうなっていただろうと言っていたダブルのカーフ狙いでした。そしてそういうことならということで僕もローのカットを誘ってカーフを返そうと思ったら、さすがにそれは分かりやすぎと言われているかのような前蹴りでストッピングされました。ここで佐藤さんのボディフックをもらって、そういえば3年前のコラボで教えてもらってたと思い出した左のボディフックを使ってみました。ここは危うく誘いに乗るところでした。佐藤さんのミドルを受けて思わず同じミドルを返そうと思ったら、蹴り足キャッチが準備されていて、踏みとどまりました。ここは習った技を挑戦してます。
ミットの時に習った右ミドルをブロックさせての右ストレートですが、改めて動画を見るとどれだけ右足を引きすぎてんだって自分で突っ込みたくなりますね。ここも最初に習った技に挑戦してます。一度開いて前に出すフックに挑戦してますが、足が出てないのでこれ手打ちになっちゃってますね。ここまた奥足のロー綺麗にもらってますね。ここも教わった技ですね。正直抱え込みすぎて空手の蹴り要素が強いですが、佐藤さんがサービスで大きめにスイッチしてくれたのは逃さずに教えてもらった技を挑戦できました。この辺りはもう1回くらい何か習った技に挑戦したいと思いながらも、佐藤さんに出鼻を殺されてほぼ出し始めでこれほとんど不発になっちゃってますね。きついですね。なんだ、いつもより時間が長く感じる。ロードのスパイクより長い。僕も長く感じます。会員さんとやるより。でも全然やっぱお互い体できてるから、このぐらいから大丈夫かなって。でもなんか教えてもらった技を使ってもらったりとか、右ミドルから右ストレートめっちゃ良かったです。実践だとあれだとちょっとモーション大きいから、そうですね、あれをだんだん練習積んでちょっとずつあれを小さくしていく感じで、ちょっとなんか教えてもらった技を使えるように。そしたら使います。基本的にインローが効かされやすい場合はスタンスが横に広い可能性が高いですね。要はインローを蹴ろうと思ったらですね、前足のインロー、こちら側の足でこちら側の足を蹴りますね。そうするとここの距離があればあるほど蹴りやすくなります。